経理部長からメッセージが届いた。会社の指示により、あなたの落ち度により生じた$8000の損失を毎月の給与から控除することとします。ただし、生活費を考慮し、会社はあなたに月$500を残すことを決定しました。これは会社の人道的配慮の表れですので、ご理解ください。私はメッセージを凝視した。月給$10,000がわずか$500に減らされた。血の気が引いていくのが分かった。人道的配慮？少子旋盤だ。しばらくして、ほぼ同じ内容で少し言い回しを変えたメッセージが会社全体のスラックチャンネルに投稿された。チャンネル、プランナーのグレース・アドラー氏は、自身の過失により$8000の損失を出したため、この金額を月給から控除し、他の者への戒めとします。人道的精神にのっとり、会社は当該従業員に対し、$8000が全額返済されるまで、生活費として月$500の手当を支給し続けることを決定しました。オフィスは静まり返り、同僚たちがその発表を読んだ。ゆっくりと視線が私の方に向けられた。同情、衝撃、そして必死に隠そうとする嘲笑の表情が見えた。すぐにごますり連中がスラックチャンネルに書き込み始めた。わあ、失敗した従業員の生活費まで確保してくれるなんて。うちの会社は本当に家族みたいだね。ミラー部長、本当に気が利く方だ。グレースはそんな上司を持ててラッキーだよ。私は冷たく返信した。この幸運、よろしければあなたにあげますよ。チャンネルは沈黙に包まれた。1分後、ミラー部長が直接返信してきた。グレース・アドラー君のミスで生じた$8000の損失に対して責任を取るべきではないと言っているのか。私は返信した。具体的に私の過失が何だったのか説明していただけますか？完全な沈黙。10分後、ミラー部長は再び公式発表をチャンネルに投稿した。一言一言に怒りがにじみ出ている。チャンネル内部の業績評価により、シニアプランナーのグレース・アドラー氏は重要な責任を応能力に欠けると判断されました。即日、ジュニアデザイナーへ降格します。基本給は月$2000に減額され、今後3ヶ月間は一切の歩合給の対象外とします。私はメッセージを見つめ、冷ややかに笑いもせずに笑った。根拠のない給与削除は違法であるだけでなく、月$2000という金額は週の最低賃金を大きく下回っている。私は静かにスクリーンショットを撮った。証拠だ。ミラー部長はさらにメッセージを追加した。その一方で、リリーを見てごらん。彼女はジュニアプランナーかもしれないが、返金額はわずか$300だ。これこそ会社の収支を考えられる真のチームプレイヤーだ。彼女は立派な肩書きを求めたりせず、ただ静かに仕事をこなすんだ。リリーはすぐに返信した。評価いただきありがとうございます、部長。ただ、皆さんよりも少しだけ頑張っているだけです。そして、彼女はさらに皮肉を込めて付け加えた。週には$8000も返金したくせによくまあ顔向けして出社できるものだね。私だったら居残るのが恥ずかしくてたまらないわ。自分をシニアプランナーなんて呼んで外部の人は騙せるかもしれないけど、中身が伴ってないのは我々が皆知ってるんだからね。ミラー部長は有頂天だった。皆さん、リリーの献身ぶりを見習ってください。彼女の模範に学ぶことを期待します。了解と返信してください。了解の返信がポツポツと集まり始めた。すると、ミラー部長は特に私を指名した。グレース・アドラーなぜ返信しない？会社の指示に従う意思がないのか。私はゆっくりと返信を打った。了解しました。今後、私の返金額は$0にすることをお約束します。
これは簡単に守れる約束だった。注文を受けなければいいだけの話だ。今後3ヶ月は歩合もないのだから、なぜ命を削って働かなければならないのだろう。私はすぐに会社の予約ポータルにログインし、自分のプロフィールを無効にした。どちらが先に音を上げるか、私か、ミラー部長か。私はモルディブ行きのフライトを眺めていたが、その時、当社の最大のクライアントであるソーン・インダストリーズの創業者がオフィスにやってきた。ソーン社との年間契約は、当社の年間利益のうち驚異的な2000万ドルを占めていた。通常、ジュリアン・ソーン氏はアシスタントを使わして要件を伝えてくる。彼が直接訪れたということは、このプロジェクトが極めて重要であることを意味していた。ソーン・インダストリーズは、その要求の厳しさで悪名高い。長年、彼らのプロジェクトはすべて私が直接担当してきた。私が病気で休んだ時は、他のプランナー10人がチームを組んで提案書を作成したが、彼の基準を満たすものは一つもできなかった。結局、私は病院のベッドでそのプロジェクトを仕上げなければならなかった。どうぞご安心ください、ソーンさん。長い付き合いですのに、私たちがこれまで一度でもご期待を裏切ったことがありますか？ミラー部長の声が部屋から響いてきた。どうぞお戻りになってお待ちください。3日以内に確実に提案書をご提出しますとお約束します。ミラーは無表情なジュリアン・ソーン氏をオフィスからエレベーターまで見送りながら、ほとんどお辞儀をするような態度で送り出した。3日？ソーン社のイベントは常に大規模で複雑だ。そんな短期間で高品質のプランを提出できるのは会社中で私だけだった。しかし、ミラーは私を降格させたばかりだから、今更私にプロジェクトを任せるような厚かましい真似はしないだろう。そうよね。オフィスの空気が張り詰めた。誰もこの厄介な仕事を引き受けたがらない。どうする？ソーン氏が直接来たんだ。このプロジェクト、とんでもなく大きいに違いないよ。ミラー部長は誰に任せると思う？そんなの聞くまでもないでしょ？グレース以外にできるやつがいるか？それにあの人の話聞いた？3日だよ。ありえない。公の場でこき下ろしたばかりじゃないか。今さら彼女に頼む顔なんてないだろう。きっとリリーに任せるに違いない。彼女、今日散々褒められてたし。リリーの顔は恐怖で青ざめていた。私、今クライアントが多くて、自分でもいくつか緊急の締め切りがあるの。時間がなくて。私は笑わずにはいられなかった。彼女はこの3ヶ月でたった3000ドルの前払い予約しか取れていない。一体何の締め切りだ？本当のところ、彼女はそれを引き受けるのを恐れていたのだ。ソーンプロジェクトの歩合給は莫大だが、それが簡単に稼げる金ではないことは誰もが知っている。彼らは私のボーナスを病んではいたが、実際に進んでその仕事を引き受ける勇気がある者はいなかった。ミラー部長がエレベーターから戻ってきた。彼の一歩一歩にオフィスの空気は重くなっていく。皆、スクリーンを一心に見つめ、目が合わないように祈っていた。しかし、私たちはみんな、ミラー部長の面の皮の厚さを甘く見ていた。彼はまっすぐ私のデスクに歩み寄った。俺のオフィスに来い。今すぐ。ささやきの波が私についてきた。やっぱりね。グレースに決まってる。彼女、引き受けると思う？もちろんよ。だって8000ドルの返金で給料を引かれた時だって全然抵抗しなかったじゃない。彼女は踏み台よ。全く根性なしだ。ささやきを無視して私はミラー部長のオフィスに入った。彼は重役椅子に背を預け、デスクの上のフォルダーをさっと指さした。ソーン・インダストリーズが顧客感謝イベントを計画している。このファイルを持って
目を通せ。3日以内に提案書を俺のデスクに提出しろ。その口調も姿勢も、ほんの1時間前に私の給料を減らし、降格させた男とは別人のようだった。私は肩をすくめた。すみません、ミラー部長。できません。彼は椅子から飛び起きた。ファイルも見ないでもう断るのか？それがここの仕事に対する倫理というものか？と彼は怒鳴った。ソーン・インダストリーズがこの会社にとってどれだけ重要か分かっているだろうが。君は本当に個人的な感情を会社の利益より優先するつもりなのか？私は純真無垢な表情で彼を見た。彼らの重要性を理解しているからこそ、このプロジェクトは引き受けられないんです。会社のためです。私は今はただのジュニアデザイナーです。ソーン氏のように細部にこだわる方々を満足させる提案書を3日でどうやって作成できるというのですか？リリーさんがぴったりだと思います。彼女に任せるべきです。そう言って、私は向きを変えて彼のオフィスから出て行った。ドアがカチリと閉まる音と同時に、マグカップが壁にぶつかって割れる音が聞こえた。10分後、私の電話が鳴った。発信元は本社のディレクター、デイビソン氏だった。明らかにミラーは私を力で押さえつけることはできないと悟り、上の人間を動かしたのだ。私は決心した。デイビソン氏が理不尽でなく公平な解決策を提示するなら、ソーンプロジェクトを引き受けよう。もし圧力をかけるために電話してきたのなら、すまないが、モルディブが私を呼んでいる。グレース電話に出るとすぐに、デイビソン氏の友好的な声が聞こえてきた。ミラー君から話は聞いたよ。理解してほしいんだが、会社には会社のポリシーがある。仕事に個人的な感情を持ち込まないようにしてくれないかと、彼は滑らかに言った。こうしよう。君はこの提案書の作業に取り掛かってくれ。ミラー君も了承した。もしソーン・インダストリーズが満足してくれれば、ミッドレベルプランナーに昇格させるそうだ。これからも頑張って働けば、すぐにシニアプランナーに戻れるさ。それと、あの$8000の返金だが、なぜ君に支払わせなければならないのかな？もうミラー君とも話した。会社は半分を負担することにした。君は$4000だけ返済すればいい。基本給については、すべてのジュニアデザイナーが$4000だから、君だけ例外にはできない。だが、このプロジェクトの歩合は確実に支払うようにする。どうだい？一言一言が甘ったるく、恩着せがましい口調で包まれていた。私に便宜を図っているように聞こえさせるためのものだが、それはすべて計算尽くされた駆け引きに過ぎない。企業の重役が支店長を差し置いて従業員の味方になることはない。それはルール違反なのだ。私は同じように優しい口調を真似た。デイビソンさん、会社に甘えるつもりは毛頭ありません。私の過失を会社に負担させるわけにはいきません。あの$8000ですが、私が責任を持つべき分は喜んで支払います。グレース、君が分別のある従業員だとは分かっていたよ。話はまだ終わっていません、社長。借りはすべて返します。しかし、借りていないものには一銭も払いません。会社の予約ポリシーは、クライアントが理由なく返金を受けられることを明確に認めています。クライアントがその権利を行使したのに、なぜ私が経済的責任を問われなければならないのですか？この控除の法的根拠を示していただければ、喜んで$8000を支払います。損社の提案書についてですが、私は本当に処理する能力がありません。ミラー部長には、もっと有能な方に任せるようお伝えください。そんなに重要なプロジェクトを遅らせたくはありません。電話を切った後、私はすぐに翌朝のモルディブ行きのフライトを予約した。空港に向かう前に、
私はミラー部長に年次休暇の申請を電話で行った。グレース、一体どういうつもりだ？騒音のプロジェクトは締め切りが迫っているというのに、君は逃げようというのか？彼は怒鳴った。言っておくが、君の休暇は認めない。今すぐこのオフィスに戻ってこい。私は冷静に答えた。労働法によれば、会社は従業員の有給年次休暇の申請を不当に拒否することはできません。私に割り当てられたすべてのプロジェクトは完了しており、次の予約は来月までありません。私の休暇は進行中の仕事の邪魔になりません。つまり、これは完全に合理的かつ合法的な要求です。ミラーは怒鳴った。仕事がないだなんて誰が言った？騒音のプロジェクトが仕事だ。君は重要な任務を放棄しておいて、合理的だの合法的だのというつもりか？君は会社のポリシーと労働法違反を犯している。私はこの申請を拒否する権利が十分にある。私は微笑んだ。ミラー部長、ソーンインダストリーズとの契約の催促をお忘れではありませんか？なんだって？クライアントのすべてのプロジェクトは、請負業者のシニアプランナーが担当しなければならない。私は一語一語をはっきりと発音した。昨日、あなたは私のジュニアデザイナーへの降格を発表しました。つまり、契約条件により、このプロジェクトはそもそも私の責任ではないのです。お前。彼は完全に言葉を失っていた。彼は些細な権力誇示に夢中で、自分自身で地雷を踏んでしまったのだ。私は冷ややかに笑って電話を切り、電源をオフにして、飛行機に搭乗した。契約によれば、もしサミットクリエイティブズが契約の要求を満たせなかった場合、ソーンインダストリーズは罰金なしで契約を解除できる。そしてサミットは、年間契約額の10倍の罰金を支払わなければならない。ソーン社との契約は年間2000万ドル。その10倍は2億ドルだ。8000ドルの返金と引き換えに2億ドルを失う。ミラー部長が生涯忘れられないビジネス取引となるだろう。3日後、原始のビーチで日光浴を楽しんだ輝かしい午後、私はだらりと携帯電話の電源を入れた。するとすぐに砂が飛び散るほど激しく振動した。通知が殺到していた。